アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお伝えしていきますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。2025年モデルとして先行発表になりました世界限定50台スプリングフィールドスペシャルエディション、非常に話題を呼んでおります。今回の動画ではスプリングフィールドの兄弟車になりますスプリングフィールドダークホースを使いまして、車両の大きさとかサイズ感、あとはエンジンのサウンドなどなどをご紹介させていただきつつ、スプリングフィールドスペシャルエディションのイメージを膨らましていただこうじゃないかと、そんな動画になってます。本日はスプリングフィールドの車両の紹介ということで、日本に1台しかないスプリングフィールドダークホースジャック・ダニエルスペシャルエディション、インディアン神戸さんで見せていただけるということで、せっかくなんで車両の雰囲気とかね感じていただけるようにご紹介していきたいと思います。スプリングフィールドダークホース、スプリングフィールドともに車体サイズ結構ね、見た目のインパクトドカンとでかいんですけど、ハーレーダビッドソンでいうとロードキングと同じ土俵に乗るかなという車両の車格になるんですが、スプリングフィールド全長が2583、でかいです。ハーレーのロードキングは全長2420なんで15、6センチスプリングフィールドの方がでかいです。アメ車なんででかいのはいいことかなと。まずこの堂々としたスタイルなんですが、車体の重量、逆にロードキングが366キロで、スプリングフィールドダークホース352キロ、スプリングフィールドは375キロという感じなんで、車体大きいんですけど車重はね意外とハーレーと同じかちょっと軽いぞと、でかいです。シート高スペック上では660、スプリングフィールドおよびダークホース、ハーレーダビッドソンのロードキングはシート高 695mm になってるんで、足つきもね3センチインディアンの方がええかなと。結構ね見た目はかなりごっついんですけど、意外とええんちゃうかということで、車両のまたがった感じとかは後でご紹介するんですが、せっかくなんでねスプリングフィールドとも共通する車両のエクステリアご紹介していきたいと思います。まずねフロント周りでかい LED のヘッドライト、フォグランプ、あとはね大型のナセルカバー、重厚感半端ないです。このナセルカバーもちろん金属製です。この塊感めちゃくちゃかっこいい。この迫力の顔面の真下、ここです。これねもうインディアンのクーレバガーモデルおなじみのヘッドドレス、これエンジンかけたら光ります。もうフロントフォークのアウターもね、アウターカバーもこのナセルのカバーのぎっしり感すごいね、ボリューム出てます。こんだけ大きい車両なんで当然ブレーキ、フロントはダブルディスクになってます。こちらはインディアンのブレーキキャリパーアキシャルマウント、一般的なブレーキのマウントなんですが、4ポットのキャリパーでダブルディスクと、この車両車重を十分受け止める足回り、エンジン、タンク、フロント周り、エンジンね、これ空冷のエンジン、インディアンで最後やと言われてるサンダーストロークというエンジンです。もうね大好きです。ヘッドの形状、このフィンの並んでるこの曲線ね、あとはぶっといプッシュロッドカバーね、この辺の佇まいはインディアンの空冷にしか出せない独特の存在感あります。あとね、このロードキングと比べて車体が軽いっていう理由の一つに、この辺フレームちょっと見ていただきたいんですけど、このねぶっといフレーム周り、これアルミです。アルミフレームでバイクを作るとなるとコストがめちゃくちゃかかるのがあんまりねやんないんですよ。でもインディアンモーターサイクルは走りもフォーカスしたいメーカーなんで、しっかりコストかけてスポーツバイクによく採用されるようなアルミフレーム使われてます。ここもね剛健な感じ、大味なデザインなんですけど、ここにはインディアンのヘッドドレスのロゴが浮き出てたりとかね、アメリカって感じしますよね。かっこいい。スプリングフィールドもちろんツアラーモデルなんでフォワードコントロールになってるんですけど、すごい大型のフロアボードついてるんで足元めちゃ楽ちんです。操作する時は足ここなんですけど、普段乗る時流してる時足ここ置けるんで、身長を問わず足リラックスして乗れます。これちなみに後ろの人が足置くところなんですけど、
折りたたみ式になってるんですが、実は取り付け位置をボルトオンで変更ができまして、3段階、このタンデマーさんのステップ位置、上下3段階調整もできますので、この辺ね、なかなかタンデマーさんも快適に足乗せれるよと、いいと思います。ここもかっこいいし、あとはね、バガーっていうカテゴリーだけにバッグがついとるんですけど、これね非常に大容量、あとはね電子ロックがついてますので、手元のリモコンとか、あとはスイッチでね鍵かけたり開けたりできますし、いい、でかいな。車両を後ろから見ていただきます。これ見てください。このド迫力のリアフェンダー、両サイドには大柄のサドルバッグ、右左2本出しのマフラーね、めちゃくちゃアメリカン、でかいです。かっこいい。ではね、私日常的にバイク非常に推したいポイント、またがって自分に見える風景ね、この辺ご紹介していきたいと思います。このねでっかいタンク、もうアメ車って感じでしょう。このねタンクのセンターコンソール、スピードメーター、あと燃料計とか、この辺のエクステリアはねスプリングフィールドスペシャルエディションちょっと違うんですけど、スタイル的にはでっかいタンクにでっかいコンソールついて、あとはこのボタンで後ろのトランクの鍵を開けたり閉めたりね、グリップヒーターつけたらここで温度の調整したりとか、見た目めっちゃこうクラシックに収めてるんですけど、いろいろと使い勝手もよく現代版にアレンジされてますし、ハンドル周り、この辺もねスペシャルエディションはクロームメッキで、あとハンドルも低いものがつくのでちょっと趣は違うんですけど、こんな感じでめちゃシンプルなスイッチボックス。あとね、まだ写真とかは出てないんですけど、グリップら辺もね、限定車両っていうのもあるので、おそらく凝ったデザインのものが使われるんちゃうかなと予想してます。どこを切り取ってもアメ車っていう感じ。フロント周りはナセルカバーとフォグランプ、めっちゃボリューミーに作りながら、ここのタンク周り、タンクとタンクコンソールね、ここもめっちゃボリューミーですし、この両側のサドルバッグね、あとテール、このテールとサドルバッグの間の目隠しもね、この辺のでかさも強調されて、ほんまにもうアメ車やなって感じで大好きです。かっこいい。今回この実車はスプリングフィールドダークホースなんで、この辺り真っ黒でシートも今風に作ってあるんですけど、スペシャルエディションはもう王道のザ・クラシックアメリカンっていうスタイルなんで、エンジン周りシルバーですし、シートもね本革でめちゃくちゃ雰囲気出てると思いますので、これは本当に実車の到着本当に楽しみにしてます。では車体の長さ2200超え、車両重量350キロ超えと巨漢なサイズ感なんですが、引き起こしとか車両のサイズ感、ライディングポジションチェックしていきます。よし、失礼します。あ、軽い。ちょっともう一回やります。軽っ。めっちゃ軽いです。びっくりした。足つきからいきますと、私今165センチ身長なんですが、両足かかとまでちょうどつくかなという感じで、車両ゆっくり保持できてます。いや、引き起こしも軽いし、このハンドルヘッドライト周りがすごいボリューミーなんで、重たいかなと思わせて全然軽いな。全然いける。全然いけます。ライディングポジションこんな感じ。シートお尻合わすとこんな感じ。やっぱでかいな。でかいです。ブレーキ操作、シフト操作するときこんな感じ。でもステップボードがあるんでいいかな。とはシートのここにオプションでライダー用のクッションみたいなのが出てるんで、それとかつけるともうちょっと楽かも。またがって車両をこう動かしたりする感じのイメージでいくと全然乗れる。全然いけますわ。これすごい意外でした。こんなでかいバイクやのに軽い。では皆さんが一番気になると思いますエンジンのサウンド、排気音チェックしていきます。よし、じゃあエンジンかけていきます。おお、
音、太音、めっちゃ低音効いてる。これはすごい。これもちろんノーマルマフラーです。おお、左右2本出しになってるっていうのも絶対関係すると思うんですけど、なんかこう右からも左からもめっちゃぶっとい音が出てます。すごい。サンダーストロークっていうエンジンの名前なんで、やっぱりねこう雷っていうか結構パンチのある低音しますね。これはいい。これはいい。はい、いかがだったでしょうか。スプリングフィールドスペシャルエディション、私もこの目で実物を見るのが非常に楽しみになっております。今分かっているスプリングフィールドスペシャルエディションの情報、概要欄の方にまとめてある動画アップしてますので、ぜひそちらもご参考にご視聴ください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくてそして詳しい情報をお届けしております。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。インディアンモーターサイクルにまつわる話題、取り上げてほしいトピックなどありましたらぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。